みんな、ずんだもんなのだ。今日も元気にお届けするのだ。今日は、広大な大地を持つモンゴルについて紹介するのだ。実はね、みんな知ってた？モンゴルにはもともと名字というものがなくて、お父さんの名前が名字代わりになるのが普通なのだ。へえ。って思った人は高評価なのだ。そして今日みんなに届けるニュースは、全部で3つなのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。ショーン、ギギ、コムズ、売春させた罪で懲役50ヶ月の判決という記事なのだ。アメリカのヒップホップ界でとても有名なショーン、ギギ、コムズさんが他人の身体を売春させた罪で有罪になっちゃったのだ。裁判では50ヶ月の禁錮刑と50万ドル、約7800万円の罰金が言い渡されたのだ。一体何があったのか、そして彼がどんな人なのか、深掘りしていくのだ。今日の動画も最後まで楽しんでもらえたら、チャンネル登録も忘れずによろしくなのだ。さあ、今日も世界のニュースをずんだもんと一緒に見ていくのだ。始まるのだ。皆さん、こんにちは。今回は壮大な大自然が魅力の国、モンゴルをご紹介するのだ。モンゴルは東アジアに位置する内陸国で、北はロシア、南は中国と国境を接しているのだ。首都はウランバートルで、国の中心なのだ。かつてはチンギス・ハーンがユーラシア大陸を席巻した大帝国の発祥地なのだ。社会主義時代を経て、1990年代からは民主化が進み、現在は共和制を敷いているのだ。人口はおよそ340万人と、国土の広さに比べて少ないのだ。主要産業は、豊富な地下資源を掘り出す工業と、昔ながらの生活様式を支える牧畜業なのだ。遊牧民の文化が深く根付いていて、ゲルに暮らす人々や、馬を自在に操る姿が日常なのだ。広大なステップが広がる雄大な自然は圧巻で、乗馬や星空観察など独特の体験ができるのだ。近年は経済成長が著しく、資源開発とともに都市部での発展も進んでいるのだ。伝統と現代が息づく魅力的な国なのだ。一つ目のニュースなのだ。コロンビア大統領パブロ・エスコバルの財産を武力紛争の被害女性に供与決定という記事なのだ。コロンビアのグスタボ・ペドロ大統領がかつての麻薬王パブロ・エスコバルが所有していた広大な邸宅アシエンダ・ナポレスを武装紛争の犠牲者である女性たちに分配すると決めたのだ。エスコバルは1980年代に巨万の富を築き、この邸宅には高級車や珍しい動物園、飛行場まであったのだ。彼が1993年に亡くなった後、邸宅は荒廃し、政府が公園として管理していたのだ。今回、特に120ヘクタールの土地が長年の紛争で苦しんできた農村の女性たちに与えられることになったのだ。これは国家土地庁長官が戦いを止めなかった女性たちの歴史的勝利と称するほど、コロンビア社会の深刻な土地紛争問題への対応なのだ。一部の地元住民は観光名所としての邸宅維持を望んで抗議もしたけれど、大統領は計画を進めているのだ。ちなみに、エスコバルの動物園から野生化したカバたちが、今も住民の生活を脅かしている問題は解決していないままなのだ。二つ目のニュースなのだ。ショーン、ギギ、コムズ、売春させた罪で懲役50ヶ月の判決という記事なのだ。ショーン、ギギ、コムズさんが他人の身体を売春させた罪で有罪になったのだ。アメリカのヒップホップ界でとても有名な人なのだ。裁判では50ヶ月の禁錮刑と50万ドル、約7800万円の罰金が言い渡されたのだ。コムズさんは自分が主催するフリークオフスというパーティーに男性の売春夫を州を超えて連れてきていたと認定されたのだ。でも脅迫や性的奴隷などもっと重い罪については証拠が足りないから無罪になったのだ。
もしそれらの罪でも有罪だったら終身刑になっていた可能性もあったのだ。コムズさんはこの判決に納得していなくて控訴するつもりらしいのだ。彼はバッドボイレコード S の創設者でアメリカのヒップホップを大きく発展させた一人なのだ。今回のことでエンターテイメント業界では性的犯罪で有罪になった人の中で最も有名な人物になってしまったのだ。検察は11年の禁錮刑を求めていたけど裁判官は50ヶ月に決定したのだ。コムズさんは去年の9月から刑務所にいるのだ。3つ目のニュースなのだ。オルギルスター複合施設から財産郷まで550メートルの歩道を改修という記事なのだ。モンゴルのウランバートル市ハンウール地区で歩道が新しくなったのだ。オルギルスター団地から財産郷までの550メートル区間が国の基準に合わせて拡張改修されたのだ。以前は幅が1.5 メートルしかなかったこの歩道は市民がもっと安全に快適に歩けるように3、4メートルの広さに生まれ変わったのだ。この改修のためにボグドハーン博物館から財産通り沿いの公共の場所に無許可で建てられていた400メートルものフェンスが撤去されたのだ。これでみんなが安心して使える広くて新しい歩道が完成したのだ。今日はモンゴルの魅力から始まり世界で起きている様々な社会の動きをお伝えしたのだ。コロンビアの土地問題、有名アーティストの判決、そしてモンゴルのインフラ整備といろいろなニュースがあったのだね。変化の多い世界でみんなもニュースに注目してほしいのだ。また次回のニュースも楽しみにしててほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。